ハロー皆さんこんにちは。ティンカーチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。ティンカーは元気にしております。本日は2023年10月24日になっております。今回は、続けて、ジョセフ・ティテルさんの要件、サイバーアタックの要件他ということで、9月13日にジョセフ・ティテルさんが動画をアップした内容のご紹介をさせていただきたく思います。で、彼の動画のタイトルが出来事サイキック予言、パリが激震、ポセイドン、タ・マルバン、ハリケーン・リー、悪魔のトライアングルなどなどというような、内容の動画の第 2弾目になってます。前回は天変地異の予言でしたよね。はい。本編を進めていく前にティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査をしたり、考えていただくきっかけになればというふうに思っております。ですので、ティンカースチャンネルの、チャンネルでは、これが正しいんだというように皆さんに答えを提示しているわけではございません。何事も良き意味で疑っていただき、情報精査をしていただく、自分なりに考えて答えを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだというふうに私は信じております。皆さんの考え、直感は宝物です。自分の直感を磨いてお互いに成長していきましょうということで始めた番組になっておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。私たち日本人というのは宇宙とつながることっていうのもおそらくどんな、人たちよりも得意だった、そんな祖先をルーツに持つ人たちが私たちなんじゃないかなというふうに思っております。なので昔の人というのはおそらくね、全ての、自然界で起こる全てのことを自分たちの直感隅々を、駆使して感じ取って、それをうまく利用して共存して幸せに生きてきた人たちの祖先を私たちは持っているというふうに私は思っております。なのでこんなに団結力もあるし、相手のことを思いやり、すごく紳士ですよね。日本人の方々というのは細かいですし、ですが今その良さをですね、裏目に取られてしまっている気がして、本当の意味で自然とつながるというのをもう少し思い出して、直感とつながって自分宇宙とつながって全てのことをすることができるというねことを思い出していただきたいなというふうに思っております。これを聞いてね、何言ってんだこの人って思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そう思っていただいても結構ですが、ただ自然というものがどれだけ私たちに与えてくれているものが全てかというのをですね、少なくとも思い出していただければなというふうに思っております。はい、そんなことで本編進めていきたいと思います。はい、そうしたら、9月13日にアメリカ人サイキック予言者のジョセフ・ティテルさんが配信をした動画の、第2弾目をご紹介させていただきたく思います。ヨーロッパに雪の嵐到来という話題になります。ジョセフさんのスピリットがジョセフさんに見せてきたビジョンがあるということで、それがヨーロッパが雪に覆われている光景だったそうです。ジョセフさんはこのようにおっしゃっておりました。投資でそこにいた私は、投資サイキックのビジョンを見る投資ですね、胸騒ぎを感じていました。凍りつくような寒さの中、停電をしていました。私はブランケットを何枚も何枚も使って自分をくるんでいました。これは2024年新年から2月に起こる予感がします。これは次々と起こる戦や争いの始まりを意味していますというようにジョセフさんがおっしゃっていらっしゃったんですけれども、もしかしたら戦と関係してるんじゃないかというふうにおっしゃってます。これは9月13日、12日配信当時におっしゃっていたことなので、10月7日に始まった新しい戦ですとか、そういうのはまだ知らない状態の時ですね。で、争っているような光景を投資の中で目撃したわけではなさそうなんですけれども、現実、実現の時っていうのは、予言ではね、いついつに起こるっていうのは難しく当てるのが難しいらしいんですけれども、今年ではない場合2025年の新年かもしれないというふうにおっしゃっておりました。次、海の神様がフランスに君臨。これはサイドストーリーな感じなんですけれども、海の神様といえばポセイドンですよね。それがフランスの海に現れたというニュースがありました。それは何なのかというと、シンボリックなものなんですけれども、打ち上がっているぶち当たって打ち上がった波が
海の波がその形、しぶきの形がポセイドンに似ているところを写真家の方が写真に収めたので、ポセイドンがフランスの地に現れたというような記事になっていたというものなんですね。でジョセフさんがおっしゃるには、これはとてもシンボリックな現象です。この世界には偶然はありません。フランスの海に姿を現すというところも興味深いですが、ポセイドンは地震の神様とも考えられていると聞きます。海の神様が勢いよくフランスの海から這い上がったということはメッセージでしょう。大きな地震と津波が来るのかもしれませんというように、このニュースからスピリチュアルな感覚を受けたということなんですね。でジョセフさんがフランスの海だからといってフランスだけで起こるとは限りません。ギリシャの島々も地震や津波の影響を受ける可能性を視野に入れなければならないでしょう。ポセイドンはギリシャの神です。アテネ、クレタ島、イタリア南部などは注意が必要でしょう。そして先日予言をしたアイスランドの地震もありますので、そこも忘れてはなりませんというふうに、過去の予言に関してもそういったアイスランドの地震も予言しているので、あの辺は気をつけてくださいというふうにおっしゃってます。でイタリア南部、そしてフランス北西部に起こる大きな天変地異があるということで予言をしています。フランスの海に地震の神様が出現したということから、ジョセフさんの感覚ではイタリア南部に地震が起こるというふうに予言しています。イタリア南部が危ない気はします。ただアイルランドとフランスの間でも何か感じるので、イギリスも含め周辺全体が危ないのかもしれません。地震だけに限定せずとも津波や、水に関しての大きな出来事が巻き起こるのかもしれませんというふうにジョゼフさんは予感しているそうです。でポセイドンの写真が撮られたのはフランス北西部のブリターニーコーストというところで、エーゲ海側ではありません。遠いですけれども、アイスランドがむしろアイルランドやイギリスに近い側です。ちなみにギリシャに関しての予言ですとかアイスランドに関しての予言は過去にしてありますので、その過去回の予言のリンクというのは概要欄に貼っておきますので、ご興味がある方はチェックしてみてください。で地震の話題続きます。大西洋に起こる大地震。ジョセフさんがおっしゃるには、ヨーロッパに関しては大西洋に大きな地震が来るということ。モロッコの周辺からスペイン、ポルトガル、アイルランド諸島、そしてフランスというように周辺諸国に影響することがあるかもしれないというふうにおっしゃっております。ジョセフさんはその時に受けた直感でお話をしていますが、この予言は起こり得るのかもしれません。最近フランスでは支配者らにとっては手を焼く存在になってますよね。だからこれ人の手で操作されて起こされる何かがフランスに起こるんじゃないかというふうにジョセフさんは感じているそうです。その問題のフランスについての予言。フランスの話題が続きますけれども、ある意味狙われているというふうに解釈してもおかしくないのかもしれません。確かにフランスは市民が立ち上がり、たびたびストライキやデモ、暴動などが続発しています。そしてジョセフさんが思い出したのが、過去に予言をしていたエッフェル塔について。続エッフェル塔がアタックされる予言。ジョセフさんが思い出した過去の予言は、私ティンカーがジョセフさんの予言をシェアする前にお話をしていたエッフェル塔がアタックされるよという予言、ティンカーズチャンネルの最初の方の動画にあったような感じがするんですけれども、フランスはどこからかアタックされますというふうに言ってます。ただ今フランスって結構移民が増えていて大変なことになっているという動画は、X などで出回っているので、あれがもし本当でしたら、もしかしたら、移民関係の何かで起こるのかちょっとわからないですけれども、そういった現地の動向とかも敏感に私たちも観察する必要があるんじゃないかなというふうに思います。そしてフランスがアタックされるという予言なんですけれども、エッフェル塔だけに限りません。ジョセフさんは今回フランスでは激しい戦いが繰り広げられるでしょうというふうに予言していました。ジョセフさん曰く、私のビジョンでは何度かドッカンという事態が起きていました。そして大きな3つのドッカンが別々の場所で同時に起こっているのが聞こえました。小さなカフェがあり、そのお店の窓が吹き飛んでいました。困惑したのが3回にわたる揺れです。3回起こるということなのか、3個がタイマーで起こるという意味なのか、それはちょっとわからないということなんですけれども、ビジョンでそういう光景を見て感じたというふうにおっしゃっています。ジョセさんが感じるのは、タイマーを設置して3箇所同時にドッカンするように時計で測っているような感じがするというふうにおっしゃっていました。
ジョセフさんはこのビジョンが実現しないことを願いますというふうにおっしゃってました。相当ね、えぐい内容だったんじゃないかなというふうに思います。なので本当にね、フランスが安全であることを私も祈っております。中東のあの組織に関する予言。この9月13日時点でジョセフさんはこのようにおっしゃってました。最近はあまり耳にすることがなくなっている組織の名前、タ・マルバン、丸の中にはリ。念のため名前はこういう形で隠語にしておきますけれども、静かなようですが密かに大きな軍のようなものを形成しているとスピリットが、そのジョセフさんのスピリットがジョセフさんに教えてくれているそうです。ジョセフさん曰く、ビジョンではトヨタ製のトラックの周りに集まり、白黒の旗と武器を掲げて声援を送っているのが見えます。何かをお祝いしているかのようです。この光景からジョセフさんが感じるエネルギーは、世界に脅威を与えるような事態を招くことのような感覚だそうです。で、この組織に関するニュース、情報は要チェック、考察すべき案件でしょう。今まさにですね、タ・マルバンっていうふうに直接は報道されていないですけれども、今ね、中の東の国で、中の東のエリアでね、国じゃないですね、中の東のエリアで戦が起こってしまっております。で、これももしかしたら関係することなのかもしれません。今準備しているかもしれませんので、本当の事実を、リポートしているジャーナリストさんとか探しておいて参考に、そして世界の動向を本当に曇りなき眼で見ていかなければならないんじゃないかな、そういった時期なんじゃないかなって私は感じています。で、争いが起きるあの組織、あの組織とはタ・マルバンのことをこの時は言ってました。この組織と他の過激派組織の間で争いが起きるようです。何か侵略、権力の交代、それとも何かの脅威かははっきりとはわからないというふうにジョセフさんはおっしゃっているんですけれども、大きな出来事が起こるということを予言しています。ジョセフさん曰く、中の東のエリアのどこかでミ・マルイル、丸の中にはサは発射されます。感覚としては驚きという感覚がします。予期せぬことが起きるでしょう。例えばサイバーアタックとかスピリットが以前予言してましたよねというふうにおっしゃっておりました。今回ミ・マルイルは発射されて、あそこの地区、マルザ地区をですね爆撃したわけなんですけれども、それとね同じ予言かは私ちょっとビジョンをね見てないし、その時のジョセフさんの説明と今回ちょっとがっちりとぴったりと当てはまってないのでわからないです。ただ一体何が起きるのか、恐ろしいですけれども、確かにサイバーアタックに関してはスピリットが昔予言をしてました。残念ながら私がブログを始める前の予言でしたので動画にもちょっとないんですけれども、過去にお話ししていたという私は気がします。このアフガニスタンに起きる大地震の予言、この9月13日に実は予言してましたね。これ私ちょっと忘れてたんですけども、タ・マルバンの話をしている時にジョセフさんのスピリットは大きな地震がアフガニスタンに起きるというふうに叫んできたそうです。ジョセフさん曰く、たった今受け取ったメッセージではありますが、揺れと言っているので地震なのか何か震撼するようなことが起きるのかははっきりとわからない時はあります。しかし今回は地震というふうにスピリットは言っています。で、この間起きました、10月7日の日に戦が起こった日にくしくも地震がね連続する形として現れたんですけれども、それとね関係しているかわからないですけども、予言はちょっとね今的中してますね。サイバーアタックに関する予言、これに関しては今回また更新をしてくれています。で、スピリットが教えてくれているのが、数回にわたるサイバーアタックが起こるというふうに予言しているそうです。スピリットが言うには大きいものから小さいアタックまで様々だというふうに言ってます。MGM、これはラスベガスのカジノで起きたサービス停止のアタックなんですけれども、これも起こりましたし、こういったことが今後も起こるよということをこの9月13日の時にジョセフさんは発表してました。で、キルスイッチの予言っていうのもあります。で、皆さんキルスイッチって聞いたことありますか？その名の通り、プッツンしちゃうスイッチがあるんですね。で、一斉にシステムをシャットダウンできるスイッチのことです。例えば、プログラムで設定をしておいて、で全部につながっている
システムを組んどいて、でその1個のボタンを、1個の切り替えをすれば全部のシステムがシャットダウンするみたいな、そういったものがキルスイッチなんですけれども、ティンカーが日本のメディアで以前見たことがあるものとしては、スノーデンさんが日本の全てのシステムを落とすことができるキルスイッチを設定しているというふうに言っていたインタビューがあります。皆さん探してみてください。これちょっとね、一応、キルスイッチの予言っていうチャプターのところに、私のブログにそのスノーデンの記事のリンクは貼っておいておりますので、気になる方は私の今回のブログを見てみてください。読んでみてください。ジョセフさんおっしゃるには、スピリットが見せてくれているのはいくつかの国がそのキルスイッチを発動させてしまうというものです。なぜだか、いつ起こるのかは分かりません。今まで警告してきた国、例えばヨーロッパ諸国、ドイツなどが怪しいのではないでしょうか。インターネットが使えなくなるかもしれませんというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさん曰く、もしドイツのキルスイッチが発動する場合、ロの国の仕業、もしくはロの国がやったというふうに話題になるそうなんですよね。これも扇動かもしれない、嘘かもしれないというふうにジョセフさんはおっしゃってます。誠のことかわからないですけれども、そういう報道が出るんじゃないかなっていうふうに予言をしています。SNS が使えなくなるという予言もあります。サイバーアタックの中にはソーシャルメディアプラットフォームなどへのアタックもあるようだというふうにジョセフさんはおっしゃっております。例えば Facebook、そしてそれに関連する携帯媒体などは影響を受けるかもしれません。欧米の国では AT&T やベライゾンネットワークなどの通信会社、カナダの通信会社などの通信障害もありそうです。ジョセフさんがおっしゃるには、お米の国とカナダで起こるんじゃないかというふうにおっしゃってまして、スピリットが言うには少し通常とは異なる通信障害でしょうというふうにおっしゃっております。続オーストラリアに起きる停電。以前から何度もオーストラリアで起きる停電の予言というのはジョセフさん明言しております。これは図られた停電のようです。目的は人々のコミュニケーションの断絶でしょう。オーストラリアでもキルスイッチが発動しそうです。各国に仕組まれているということですよね、キルスイッチが。で、このオーストラリアに起きる停電の予言というのは過去にもされておりますので、この予言のリンクを概要欄の方に貼っておきますのでチェックしてみてください。次が中の国に関する予言です。サイバー、ハッキングといえば中の国というふうに思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ジョセフさんが予言するには、中の国もアタックを企てているらしいというふうにおっしゃっておりまして、相手はタイのワンやインのドの国らしいです。ジョセフさん曰く、中の国は争いが起きるように突き回しています。ツンツンつついています。そしてその争いを誰かのせいにできる絶好の機会を待っています。ビジョンでは中の国の兵が出動するためか走っているのが見えます。そして続同時多発のアタック、中の国の予言に関して同時多発的にアタックするよっていう予言を過去に何回かしてるんですけれども、この予言が脳裏に今浮かんできたというふうにこの時おっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、同時多発のアタックの予言がありますが、もし実現してしまうのであれば軍事的いい作戦ではないという声もあります。そんな同時にね、やるわけないじゃんっていうふうに言ってる方々の声が多く聞こえるっていうことなんですけども、しかしどうでしょうか。どこで勃発するのかは分かりませんが、短期間の間に数回、複数回起きるんじゃないかなっていうふうにジョセフさんは予言をしております。で、この中の国が同時多発的にアタックするよという予言は過去にもありましたので、概要欄の方に過去の予言のブログリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。そしてハッキングといえば、最近皆さん持っている暗号通貨への事件が再発するのではないかっていう風な予言です。記憶に新しい FTX の件、ジョセフさんは暗号通貨に関しては気をつけた方がいい、脱出しておいた方がいいというふうに以前よりも警告しております。その最中 FTX の事件が起きてしまったというわけなんですけれども、こうした問題がまた起こることをまた予言しているんですね。ジョセフさんおっしゃるには、 FTX のようなことがまた起きます。たくさんの人が大金を失うでしょう。9月末から10月にかけて起こりやすいでしょう。10月は8の波動の月なので、金融関係の事柄が起こりやすいです。で、そして10月に起こるということの重要性なんですけれども、昨年も言っていたことですが、ジョセフさんが言うには、10月に起こることは翌年に起こることの兆候である。この間の10月の予言でもやってましたよね。
で、これは毎年のことだというふうにジョセフさんは説明しています。このことからスピリチュアル的にも10月はとても大切な月なのです。ジョセフさんがおっしゃるには10月は8の波動の月、そして来年2024年は8波動の年。特に参考にしなければならない月です。要注目でしょう。そしてアメリカドル暴落の予兆。こうしたことからアメリカドルも大きく動くというふうに予想されます。10月は経済の動きを見てくださいというふうに忠告しているジョセフさんです。ジョセフさん曰くアメリカドルに関しては暴落する恐れがあります。それは1月まで待たずとも起こる場合があるというふうにジョセフさんは予測しています。皆さん買えるものは買い備えましょう。備蓄をしてください。お米の国だけではありません。皆さんもですというふうにジョセフさんは、私たち日本人へも語りかけていらっしゃいました。そして、アメリカの予言続くんですけども、ラスベガスに関する予言を今回していらっしゃいました。サイバーアタックの予言をしていた時にジョセフさんのスピリットはベガスでも起きるファイヤーのビジョンを見せてきた。これは太平洋の島に起こったあのファイヤーみたいな感じになっちゃうんじゃないかというふうにジョセフさんはおっしゃってます。ジョセフさんはこういうふうにおっしゃってました。ベガスの大きなビルです。下の階から燃えています。大きなファイヤーです。太平洋のあの島の州で起きたファイヤーのような事態である可能性も考えられます。そうした事態が起こるんじゃないかということをジョセフさんは予言していらっしゃいました。今回は以上になります。皆さんいかがお考えでしょうか。今回は、結構ですね細かくいろんな予言をね言っていった回になったんじゃないかな。天気の予言から経済の予言までいろいろありましたけども、何が気になりましたでしょうか。私はねアフガニスタンの地震というのはもう当たってしまったので、あそこら辺に住む方々のね本当に一刻も早い復旧を望むんですけども、結構ね戦も起こってしまっているので、なかなかね結構サポートが少ない地域ではあるんじゃないかなっていうふうに思っております。ちょっと悲しいですよね。で、サイバーアタックに関することはすごく気になります。なんせ私たち生きている時代っていうのはネット中心じゃないですか。結構電気中心でコミュニケーションをとっているので、コミュニケーションもさることながらお水もお料理も、お風呂も全部電気でやっぱり賄っているような時代なので、キルスイッチの予言っていうのは本当にシビアだと思います。なのでいざという時も一瞬でキルスイッチなんて言ったらもう一瞬で起こってしまうので、もうそれこそね備蓄というのをしておかなければならないんじゃないかなというふうに思っております。はい、長くなりましたが以上になります。今回の動画いかがだったでしょうか。いいな、考えさせられたな、自分でもちゃんと調べていきたいなって思っていただけた方、何かしらのインスピレーションを受けていらっしゃった方は、グッドボタンで応援の方をよろしくお願いします。グッドボタンを押していただくことで伝わったんだなっていう気がしますのでよろしくお願いします。そして、第3弾も続いていきますので、このまま見ていきたいなという方はぜひとも Thinkers チャンネルのチャンネル登録の方も忘れずにしていってください。概要欄の方に関連の予言も過去の予言もリンク貼っておきますので、参考程度に見てください。それでは皆さんありがとうございます。 Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Thinkers チャンネルでした。それでは次回の放送お待ちください。See you next time. Bye bye. Much love.